僕は一体何者なのか。その鍵を握る謎の人物、ブラックドゥームが僕の前に現れた。奴は僕にカオスエメラルドを集めるように告げると、すぐにその場を去っていった。奴が何者なのかはわからない。しかし、カオスエメラルドに僕の求める答えがある。今はそう信じるしかない。僕の過去を知る者、ブラックドゥームが現れた。7つのカオスエメラルドを差し出すこと。それが過去に交わされた約束らしい。真偽のほどは確かではないが、過去を知るには奴の言葉を信じるしかない。僕は一体何者なのか。その答えを探して僕は走り始めた。唯一の手がかりである奇跡の石、カオスエメラルドを探し求めて。僕は一体何のために生まれてきたのか。失われた過去を取り戻すため、僕はひたすら唯一の手がかりであるカオスエメラルドを求めて走っていた。僕の記憶に潜む真実。それが何なのかは未だ確かではない。しかし、これまでの道のりで確実に何かが僕の心の奥に目覚め始めていた。真実を探し求める僕の旅も、ついに収束を迎える。奴らの侵略によって戦火に包まれた町。最初に訪れたこの町で、僕は2つのエメラルドを見つける。残りあと5つ。真実は必ず僕の手で見つけてみせる。最初の町で僕は2つのカオスエメラルドを見つける。僕の行く手を邪魔する軍の兵士たち。奴らを片付けることで僕は2つのエメラルドを手にすることができた。僕の邪魔をする者は誰であろうと消えてもらう。邪魔する奴らを倒した僕はまず2つのエメラルドを手に入れる。ブラックアームズの侵略によって破壊された町。どうやら奴らの狙いもエメラルドらしい。邪魔する奴らを倒した僕はまず2つのエメラルドを手に入れる。残りはあと5つ。必ずや全てを手に入れてみせる。僕は町にはびこるブラックアームズを倒し、2つのカオスエメラルドを手に入れる。そしてブラックアームズの攻撃によって混乱に陥った高速道路にたどり着く。3つ目のカオスエメラルドを手に入れ、目的を果たしたブラックドゥームに誘われ、僕は町を後にした。だが、このまま奴にエメラルドを渡すわけにはいかない。悪いが、それは僕がいただく。僕はブラックドゥームと共に町を後にする。そして、ブラックアームズの攻撃によって混乱に陥った高速道路でソニックと出会う。そこで僕は奴らを先導する戦闘艇の破壊に成功した。しかし、3つ目のエメラルドを手にしたブラックドゥームをこのまま逃がすわけにはいかない。僕はソニックと共に奴らの戦闘艇を破壊することに成功する。そして僕はブラックアームズと共にセントラルシティに向かう。僕の記憶には人類への復讐が刻まれているというブラックドゥームの言葉を試すため、街の爆破を企てる奴らの作戦に加担した。燃え盛る光景を前に、僕の記憶に潜む何かが少しずつ蘇ってくるのを感じていた。人類への復讐。僕は奴らと共に爆発兵器を起動させ、セントラルシティに破壊をもたらす。そして次の目的地、セントラルシティへ向かう。そこで僕はナックルズと共に奴らが街に仕掛けた爆弾を全て撤去することに成功する。本当に奴の言う通り、人間は僕から全てを奪ったのだろうか。今できることはただ真実を追うことだけだ。僕はナックルズと共に奴らがセントラルシティに仕掛けた爆発兵器を全て撤去する。そしてブラックドゥームによって灼熱の荒野に飛ばされる。険しい崖が切り立つ見知らぬ渓谷で、僕は3つ目のカオスエメラルドを手に入れた。これで残るエメラルドは4つ。必ず全てを手に入れてみせる。見知らぬ灼熱の荒野で、僕は3つ目のエメラルドを手に入れる。ブラックドゥームの命令に従い、僕は奴らの古代神殿を目覚めさせ、3つ目のカオスエメラルドを手に入れる。これで残るエメラルドは4つ。どんな手段を使っても必ず全てを手に入れる。灼熱の荒野で奴らの古代神殿を目覚めさせ、僕は3つ目のカオスエメラルドを手に入れる。そこでナックルズと出会い、共に遺跡に救う奴らを倒し、僕は3つ目のカオスエメラルドを手に入れた。
残るエメラルドは4つ。何があろうとも全てを集めてみせる。見知らぬ灼熱の荒野で、僕はナックルズと共に奴らを全滅させ、3つ目のカオスエメラルドを手に入れる。そして奴らの空中神殿で移動中、ドクターの艦隊による襲撃に遭う。僕は戦闘の末、彼の機関を追い詰め、退けることに成功した。たとえドクターといえども、僕の邪魔は許さない。僕は奴らの空中神殿と共にドクターの艦隊の襲撃を退ける。僕はブラックドゥームの依頼でドクターの艦隊を完全に駆逐した。僕の邪魔をする者は、たとえ誰であろうとも徹底的に叩き潰す。僕は奴らの空中神殿と共にドクターの艦隊を完全に駆逐する。しかし僕はドクターの頼みを聞き入れ、奴らの空中神殿の動力装置を破壊した。ブラックドゥーム、僕は貴様の言いなりにはならない。僕はドクターの艦隊と共に奴らの空中神殿の動力装置を破壊する。そして3つ目のエメラルドはデータベースと呼ぶ電子の世界にあるらしい。僕はその電子世界へ侵入し、空間を制御するコアプログラムを破壊して目的のエメラルドを手に入れた。残りあと4つ。必ず僕の手で見つけてみせる。連邦政府の電子世界を破壊し、僕は3つ目のカオスエメラルドを手に入れる。そしてブラックドゥームに誘われ、電子世界という不思議な場所にたどり着く。この世界に格納された政府のエメラルドをあのルージュが警備しているらしいが、エメラルドは僕の過去を知るために必要なもの。悪いが、これはいただいていく。連邦政府の電子世界で僕は3つ目のカオスエメラルドを手に入れる。次に僕はドクターの持つ情報を求めて彼のデータベースへと侵入した。しかしそこでは僕の過去に関する手がかりを見つけることはできなかった。かくなる上はドクターから直接聞き出すしかない。真実を求め、僕はドクターのデータベースへと向かったが、そこでは何も見つけることができなかった。そしてドクターのデータベースへと潜入した僕の前に、再びあのドゥームズアイが現れる。目的の情報がここにはないと悟った僕は、奴らと手を組み、空間もろとも全てのデータを抹消する。残る手段はドクターに直接問いただすのみ。待っていろドクター。エッグマンのデータベースに潜入した僕は、空間もろとも全てのデータを抹消する。そして次に向かった先、ドクターのコンピュータールームであの探偵3人組と出会う。何やら奴らもドクターの持つ情報を探っているらしい。しかしそのデータベースの中に僕の求める答えはなかった。エスピオと共にドクターの持つ情報を調べてみたが、そこでは何も見つけることはできなかった。そしてドクターを見かけた僕は彼を追って奇妙な城にたどり着く。幾重にも張り巡らされた城のトラップをくぐり抜け、彼の向かう先を目指す。ドクターならきっと奴らの正体について何か知っているに違いない。ドクターを見かけた僕は彼を追って奇怪な城をくぐり抜ける。ドクターから真相を聞き出すために彼の城へと向かった僕は、ブラックアームズの侵略からドクターの命を守るため城の防御装置を起動させる。さあドクター、次は僕の話を聞いてもらう番だ。ドクターの城へとたどり着いた僕は彼の命を受け、城の防御装置を起動させる。そして次にたどり着いたドクターの城で行方不明のクリームを探すエミーと出会う。彼女の依頼を引き受ける筋合いはないが、ドクターを探す傍ら城に監禁された2人を助け出す。余計な時間を費やしてしまった。一刻も早くドクターを探さなくては。奇妙な城にたどり着いた僕はドクターに囚われたクリームたちを救出する。そして偶然テイルスの乗るトルネード号にカオスエメラルドが搭載されているのを目撃する。都合よくトルネード号は墜落し、その場所を探し出すことで難なく目的のエメラルドを手に入れることができた。残りのエメラルドは3つ。それらもすぐに見つけてみせる。墜落したテイルスの機体から僕は4つ目のカオスエメラルドを見つける。そして次のカオスエメラルドを追ってドクターの建設した奇妙なテーマパークにたどり着く。そこではドクターの依頼で園内に侵入する軍の兵士どもを片付け、同時に目的のエメラルドも手に入れる。そして僕は
次のエメラルドを探してそのパークを後にした。ドクターのテーマパークで進行する軍の兵士どもを撃退し、僕は4つ目のカオスエメラルドを手に入れる。そして4つ目のカオスエメラルドはテイルスの乗るトルネード号に搭載されていることを知る。テイルスの頼みでドクターが奪ったというリングを回収し、見返りに彼のエメラルドを手に入れる。これで残りは3つ。奴らより先に見つけなくては。エッグマンのテーマパークで僕はテイルスが持っていたカオスエメラルドを手に入れる。そして次のカオスエメラルドを追ってジャングルで覆われた島にたどり着く。軍の遺産らしい廃墟となった監獄で僕は4つ目のカオスエメラルドを手に入れた。残るエメラルドはあと3つ。どこにあろうとも必ず見つけ出してみせる。廃墟となった監獄で僕は4つ目のカオスエメラルドを手に入れる。そして次のカオスエメラルドを追ってジャングルで覆われた島へとたどり着く。そこで僕は配置された軍を壊滅させ、4つ目のカオスエメラルドを手に入れた。これで残りは3つ。どんな手段を使っても全てを手に入れる。廃墟となった監獄で軍を壊滅させ、僕は4つ目のカオスエメラルドを手に入れる。そして次のカオスエメラルドを追ってたどり着いた軍の遺産らしい監獄で僕はチャーミーと出会う。ディスクを探す彼の手助けをしつつ4つ目のカオスエメラルドを手に入れた。残るエメラルドはあと3つ。すべてこの手で掴み取ってみせる。廃墟となった軍の施設でディスクを探すチャーミーの手助けをしつつ僕は4つ目のカオスエメラルドを手に入れる。そして奴らと共に森林に埋もれた遺跡にたどり着く。激しさを増す軍の攻撃を蹴散らし、僕は次のカオスエメラルドを求めてその遺跡を後にした。邪魔をするな。貴様らごときがどんな武器を用意しようともこの僕を止めることはできない。僕は奴らと共に森林地帯の遺跡に張られた軍の包囲網をかいくぐり、次のカオスエメラルドを求めて先を急ぐ。そして逃げる奴らの残党を追って森林に埋もれた遺跡にたどり着く。そこで僕はルージュと出会い、軍と共に残党どもを始末することに成功するが、エメラルドを見つけることはできなかった。ならば先を急ぐまで。僕に立ち止まる時間はない。僕は森林地帯に救う奴らの残党を残らず退治したが、カオスエメラルドはそこにはなかった。そして行き着いたジャングルで信じられない光景を目にする。なんとドクターが僕の姿そっくりのアンドロイドたちを引き連れていたのだ。僕は真相を確かめるべくドクターを追って基地の入り口にたどり着く。僕はジャングルに行き着き、さらにドクターを追って隠された基地の入り口にたどり着く。そしてたどり着いたジャングルでドクターが僕そっくりに作られたアンドロイドたちを引き連れる場面を目撃する。話を聞くためにもまずは彼を狙って基地を包囲する軍どもを排除した。さあ教えてくれドクター。あのアンドロイドは一体何だ。僕はたどり着いたジャングルでドクターを狙う軍どもを蹴散らす。そこで僕は彼が乗った飛行船を基地に戻る途中で撃ち落とす。さあドクター、説明してくれ。あのアンドロイドたちは何者なんだ。僕はたどり着いたジャングルでドクターの乗った飛行船を撃ち落とす。そしてブラックドゥームの不思議な力で50年前のアークに降り立つ。そこではまさに軍による侵略が行われているところだった。僕はマリアと共に脱出に成功する。しかし僕はなぜアークに。僕がマリアと呼ぶ少女は誰なのだろうか。僕は軍が侵略中の50年前のアークに降り立ち、マリアと共にそこから脱出する。そこで僕は危害を加える軍の兵士を全て排除し、マリアと共に脱出を図る。そして僕の脳裏に消えかけていた記憶の断片が浮かび上がる。人類への復讐の記憶が。僕は軍が侵略中の50年前のアークに降り立ち、マリアの手を引きながら追ってくる兵士どもを排除する。そしてブラックドゥームの不思議な力で軍に襲われる50年前のアークに降り立つ。そこで僕はマリアと共に軍に囚われた研究員たちを助け出した。なぜ人間同士で傷つけ合う。なぜ僕らを傷つけようとする。どこまで愚かなのだ人間という存在は。僕は
軍が侵略中の50年前のアークに降り立ち、マリアと共に囚われた研究員たちを救い出す。そしてエクリプスキャノンを手に入れるべく、奴らと共に廃墟と化したスペースコロニーアークにたどり着く。そこで僕は奴らの飛行生物に乗り、アークへの侵入に成功した。星をうがつ究極の兵器、エクリプスキャノンはすぐそこだ。僕はスペースコロニーアークにたどり着き、奴らの飛行生物でエクリプスキャノンのコントロール室へ侵入する。そこで僕は奴らの飛行生物に乗り、コロニーの防御装置を全て破壊した。星をうがつ究極の兵器、エクリプスキャノンはすぐそこだ。愚かな人間どもめ、覚悟しろ。僕はスペースコロニーアークへ向かい、奴らの飛行生物で防御装置を破壊し、エクリプスキャノンに到達する。そして僕はスペースコロニーアークにたどり着く。なぜだかわからないが、僕はこの場所を知っていた。重力が変化するアークのエネルギープラントの中で、僕は5つ目のカオスエメラルドを見つける。これで残るエメラルドは2つ。なぜこの場所を知っているのか。僕は真実を求めてアークの奥へと進む。スペースコロニーアークで僕は5つ目のカオスエメラルドを手に入れる。そしてスペースコロニーアークにたどり着くと、ドゥームズ・アイが現れる。そこで僕は奴らの進行の妨げとなるコロニーの防御装置を全て破壊し、5つ目のエメラルドを手に入れた。これで残るエメラルドは2つ。なぜこの場所を知っているのか。真実まであとわずか。邪魔者は許さない。スペースコロニーアークで僕は防御装置を全て破壊し、5つ目のカオスエメラルドを手に入れる。そして僕はソニックたちと共にスペースコロニーアークにたどり着く。重力が変化するエネルギープラントで、ソニックよりも先に5つ目のカオスエメラルドを手に入れた。これで残るエメラルドは2つ。50年前の僕に何があったのか。真実まであとわずかだ。スペースコロニーアークで僕はソニックよりも先に5つ目のカオスエメラルドを手に入れる。そしてアークに向かう宇宙艇で5つ目のカオスエメラルドを手にすると、目の前に50年前の出来事が浮かび上がる。僕とマリアが暴走した実験生物をかいくぐり、プロフェッサーを助けるため彼の研究室に向かった懐かしい記憶だ。少しずつエメラルドを手にするたびによみがえる僕の記憶。あとわずかで全てが明らかになる。僕はアークに向かう宇宙艇で5つ目のカオスエメラルドを手に入れた瞬間、過去の実験生物の暴走を思い出す。そしてアークに向かう宇宙艇で5つ目のカオスエメラルドを手に入れると同時に、50年前の出来事を鮮明に思い出す。僕は過去にこのアークで暴走した実験生物を全て排除し、マリアとプロフェッサーを守ったのだった。待っていてくれ、マリア。あとわずかで全ての真実が明らかになる。アークに向かう宇宙艇で5つ目のカオスエメラルドを手に入れた僕は、過去に実験生物からマリアを助けたことを思い出す。そして奴らの侵攻によって起きたアークの崩壊に巻き込まれる。落下するコロニーの一部で僕はブラックドゥームの指示に従い6つ目のカオスエメラルドを見つける。残るカオスエメラルドはあと1つ。真実はすぐそこにある。そして奴らの侵攻によって崩壊したアークの一部に取り残される。そこであったベクターの依頼でコンピュータールームを探し当て、同時にカオスエメラルドを見つけて脱出する。残るカオスエメラルドはあと1つ。僕はこの手で真実をつかみ取る。そして大統領を乗せた脱出艇を追って軍の飛行艦隊にたどり着く。僕はそこで軍の所有するカオスエメラルドを手に入れることができた。これで残るは2つ。僕は必ずこの手で真実をつかんでみせる。僕は大統領を乗せた脱出艇を追ってたどり着いた軍の大型戦艦で5つ目のカオスエメラルドを手に入れる。そして逃亡した大統領を追って軍の飛行艦隊にたどり着く。そこで僕はブラックドゥームの命令に従い脱出艇を破壊し、5つ目のカオスエメラルドを軍から奪う。これで残るは2つ。僕の邪魔をする者は容赦しない。僕は軍の大型戦艦内で大統領の脱出艇を破壊し、5つ目のカオスエメラルドを奪い取る。そして
避難する大統領を執拗に狙う奴らを追って軍の艦隊にたどり着く。そこではテイルスと共に脱出艇を攻撃する奴らを排除し、5つ目のカオスエメラルドを手に入れる。これで残るは2つ。すべてを手に入れて真実を見届けるまで僕は立ち止まれない。僕は軍の大型戦艦内で大統領の脱出艇の破壊を目論む奴らを排除し、5つ目のカオスエメラルドを手に入れる。そして奴らと共に軍の司令本部を強襲する。防御線を突破し、基地の心臓部を破壊して軍が保有する6つ目のカオスエメラルドを奪い取った。これで残るは1つ。目障りな愚者どもめ。僕の邪魔をするとどうなるか思い知るがいい。そして軍の本部にたどり着く。基地はカオスエメラルドを狙った奴らに攻め込まれている最中だった。僕は基地中心部に侵入し、奴らより先に手に入れることができた。残るはあと1つ。悪いが真実を手に入れるため、このエメラルドは僕が預からせてもらう。そして記憶の断片から過去を理解し、ドクターの基地へと向かう。そこでは彼の依頼に応じ、基地の溶岩防御装置を起動させることで6つ目のカオスエメラルドを手に入れた。これでもう誰も邪魔者は来ない。そしてドクター、あなたももう逃がさない。そして記憶の断片から過去を理解し、ドクターの息の根を止めるため彼が隠れる基地へと向かう。さらに兵士を蹴散らしつつ、彼が待つ中心部まで一気に攻め込み、6つ目のカオスエメラルドを奪取した。これで残るはあと1つ。僕は断じてドクターの操り人形ではない。そしてブラックドゥームに導かれ、宇宙に現れたブラック彗星へと向かう。そこで人類の命運をかけて侵攻してくる軍の兵器をことごとく潰しつつ、僕は6つ目のカオスエメラルドを手に入れた。弱者ども、抵抗するだけ無駄だ。僕は必ず全てのエメラルドを手に入れる。そしてブラックドゥームの言葉のままに接近しつつあるブラック彗星に向かう。そこで僕は先に侵入したナックルズを奴らのアジトに導き、6つ目のカオスエメラルドを見つけた。全ての真実をこの手に掴むまで残るはあと1つ。そして奴らがいることを確信し、接近したブラック彗星に乗り込む。そこで僕は奴らの防御を完璧にするため、全てのシールドを起動させ、奴らが持つ6つ目のカオスエメラルドを手に入れた。残るはあと1つ。邪魔する者は全て排除してみせる。そして全ての謎を解く鍵がブラック彗星にあることを確信し、ソニックと共にそこへと向かった。そこで僕はブラックドゥームの待つ彗星の中心部に向かい、奴らの持つ6つ目のカオスエメラルドを手に入れた。さあ、逃げ場はないぞ、ブラックドゥーム。決着をつける時が来たようだ。そして追い詰められたブラックドゥームは巨大な空飛ぶ化け物を召喚した。僕はソニックと共に化け物を始末し、3つ目のカオスエメラルドを手に入れる。どこへ消えた、ブラックドゥーム。僕は貴様を逃がしはしない。僕は巨大な空飛ぶ化け物を始末し、3つ目のカオスエメラルドを手に入れる。そして追い詰められたブラックドゥームは土の中から巨大な化け物を呼び寄せた。どうやら奴は儀式とやらまで僕を眠らせておきたかったようだが、僕は難なくそいつを退治する。ブラックドゥームよ、覚えておけ。醜い下等生物など僕の敵ではない。僕はブラックドゥームが地中から呼び寄せた巨大な化け物を退治する。そしてドクターの巨大メカと対決することになる。僕はそいつを倒し、4つ目のカオスエメラルドを奪い取る。残るは3つ。ドクターにはすまないが、僕に立ち止まる余裕はない。僕はドクターの巨大メカを倒し、4つ目のカオスエメラルドを手に入れる。そしてドクターの巨大メカと対決することになる。そいつを倒し、電子世界からの脱出には成功したものの、ドクターの言葉の真偽を確かめることはできなかった。真実はどこにある。困惑する心を偽りながら、ただひたすら前へと進んだ。僕はドクターの巨大メカを倒し、電子世界からの脱出に成功する。そしてドクターから
僕がアンドロイドであることを宣告される。襲いかかるドクターの巨大メカとの激しい戦闘の末、彼の持つ5つ目のカオスエメラルドを奪取した。僕がアンドロイド？予想外の言葉に動揺しながらも、真偽を確かめるため残りのエメラルドを求めた。僕はドクターの巨大メカとの戦闘の末、5つ目のカオスエメラルドを奪い取る。しかし安心する僕らの前に軍の飛行兵器が襲いかかってくる。マリアの命すらも奪おうとする非道な軍の兵士を蹴散らすと、僕の中に人類に対する憎しみの心がよみがえってきた。醜い人間どもめ、僕は貴様らを決して許しはしない。僕は過去のアークでマリアを襲う軍の飛行兵器を打ち砕く。しかしそこにエクリプスキャノンをガードする軍の巨大兵器が現れる。激しい戦闘の末、兵器を撃破した僕は5つ目のカオスエメラルドを手に入れた。星をもうがつエクリプスキャノン。さあ人類どもよ、自らが犯した過ちを後悔するがいい。アークにてエクリプスキャノンを守る軍の巨大兵器を撃破した僕は5つ目のカオスエメラルドを手に入れる。